ようこそ私たちのチャンネルへ。梅雨です。まだ本格的に雨が降ることはありませんが、その前に準備をしなければなりません。建物の中で作業ができるんじゃないかなと思って作業台を運び入れているところです。外回りの作業で残っていることで言えばドア作りだけです。このドア作り、ここまでの作業の中で私にとっての一番の難題です。考えると気が重くて、いいものができるのかどうか不安でいっぱいです。使ったことのない新しい道具を使います。日曜大工される方ならご存知かもしれないんですけど、これは2つの部品を、ダボでつなぎ合わせるときに使う道具で、貼り合わせる面に正確に穴を開けることができます。このドア作りでは、薄い板を横に貼り合わせる必要があります。そのために接着剤だけではちょっと不安なので、ダボで穴を開けて貼り合わせていきました。一度も使ったことのない道具なので、正確に2つの部品が組み合わせられるように何度か実験したりしました。このチャンネルを見てる方は知ってると思うんですけど、扉は南側の壁に2つあります。1つはトイレとシャワールームへ外からアクセスするドアで、もう1つの扉はこの家で一番こだわった、2メーター四方の大開口のドアです。いきなり大きいドアから作る自信はないので、小さいドアから作りました。材料はこの島にある唯一のホームセンターで手に入れました。建具を作るのってすごい難しいんですよ。なので、できるだけまっすぐで、反りのない材料を、ホームセンターに行くたびに選んでいました。何枚も重なっている材料を全部取り出して、それで板の反り具合を片目で確認するんです。曲がってない板はわずかなので、揃うまで時間がかかりました。それからドアは薄いので反りやすいです。そのために、複数の板を貼り合わせて、反りを打ち消し合うようにしました。
今朝はメイに起こされました。メイは本当に寂しかった時とか、雨でびしょ濡れになった時ぐらいにしか泣きながら帰ってこないんですよ。でも獲物を捕まえた時は必ず泣きながら帰ってくるんです。しかも口に獲物をくわえてるんで変な声だからすぐわかるんです。メイは根っからのハンターで動いてるもんなら何でも捕まえてパクって食べちゃうんです。この扉を大きい扉2人で一緒に作ったんでしょ。そうね。で、大きい扉を完成した後にここ外してもらって、オレンジの接着の終わった小さいドアを完成させます。扉は実際の寸法より大きく作ってあります。なぜそんなことをしているかというと、えなんだ、大きく作ったものを、実際のサイズに後から切り揃えた方が、正確な大きさの扉ができるからです。この後塗装をし、鍵穴を開け、蝶つがいをつけて取り付けです。さあ、ここから難題の大きなドアです。先に小さなドアを作ってよかったです。少し自信がつきました。この大きな扉、以前枠作りの動画でも話しましたが、上にレールがあってそこから吊り下げる吊り戸になります。重量があるのでそれ以外の選択肢はありませんでした。作り方は、小さなドアとそう違いはありません。まず扉の芯となる部分を作って、板を貼り合わせていきます。小さな扉と違うところは、ガラスが入るところです。上の方に 120×40 センチのガラスが入ります。Down when the world will stop without a sound and a moment you will cry for help and we only think about ourselves. Oh yeah. The first time that I met you, I thought it looked so sweet. I stood around for the hills beating a retreat. And when I heard you talking with that alluring sound, should have recalled the sirens and how then things went down. Living on the trenches, looking for a way to escape. You always cut me down like a dreamer's with the grapes. But never mind how I tried to leave you behind. I kept falling in your net. Oh, I...
下地の枠作りうまくいきました。しっかり接着もされ、まずまずの出来です。あとは小さいドアと同じようにこの表裏に板を貼り付けていきます。実はこの作業1日で終えるはずだったんですけど、結論から言うと終わらなかったんです。この日の前に設計図を見たり、何度も、頭で作業手順を考えたりしていたんですけど、なかなか思うようにことが運ばなくて、途中ですごいイライラしちゃったんです。作業を始める前に、今日これ一日で終わらせるつもりで始めたんで、途中からすごい焦り始めちゃったんです。でも慌てるとろくなことがないので、途中で我に返って半分でいいやって思えたからよかったです。なので、半分しかできませんでした。もうすぐ完成です。最後の板は切り揃えた後に貼り付けます。その後正しい寸法になるようにすべての面を切り揃えます。そしてこちらも塗装し、レールの金具を取り付けたらいよいよ家に取り付けです。50、見せない59ぐらい。はい。57。うん。こっちも短い。だよな。こんなもんだね。
りだ。あー、やった。ガラスを取り付ければほぼ完成です。このガラスもこの扉のためにオーダーしたペアガラスです。表裏からコーキングを塗りしっかりと固定していきます。私がこの家づくりの中で最難関と位置づけたドア作り。作る前から本当に気が重かったです。そしてやってみて、やっぱり大変でした。何がそんなに大変かっていうと、やっぱり精密さが要求されたからですかね。いやー、大変でした。結局、取り付けまでを含めると5日間かかりました。2枚のドア取り付け終わりました。この後太陽に照りつけられ、風雨にさらされ、歪みが出て隙間風が入ってこないことを祈るばかりです。外装作業ほぼ終わりました。これでシロアリが飛んでくるという種子島の X デーも乗り越えられそうです。ご視聴ありがとうございました。また次回をお楽しみに。